ソムデッド・ジャーオ・プラヤーマハ・アガサット・スックは1782年にボロンマラーチャーティラートラーマーティッポディと名乗って新しい王国の王となりました。タイの現王朝の始祖で、死後にも称号が次々と贈られて呼び方が変わっているんですが、現在ではプッタヨート・ファージュラーローク大王と呼ばれています。西洋ではラーマ一世と呼ばれることがあるんですけど、これはタイでは国王に即位するとそれ以前に使っていた名前から変わってしまうため混乱を招きやすく、しかもその名前があまりにも長すぎて覚えにくいということで、130年後のモングッド・グラー王の治世1910年代に入ってから外国人用に使われるようになった便宜上の呼称です。新しい王国の都はジャーオプラヤー川を挟んでトンブリーの東側にある1971年までプラナコーン県と呼ばれていた場所で、プッタヨート・ファージュラーローク大王はそこをグルンテープマハーナコーンバウォーンラッタナゴーシンと名付けます。そこから国名を取ってラッタナゴーシン王国と呼ばれました。タイには1913年まで貴族にも名字や家名がなかったんですが、一時期初代国王がジャーオプラヤージャックリーの金爵名を名乗っていたことから、この王朝の名称自体はジャックリー朝と呼ばれています。完全な呼び方をするのであれば、サヤームのラッタナゴーシン王国のジャックリー朝ということになりますね。プッタヨート・ファージュラーローク大王の治世に入ってもビルマとの戦いは続きました。この頃のビルマ王にとってサヤームを征服するというのは求心力を維持するために必要不可欠で、必ず実現させないといけない政治的な使命にもなっていたんです。ゴーンボーン朝を創設したアローンパヤー王の4番目の息子で、18年前にアユッタヤーを攻め落としたマンラ王の次の次の次に王となったパデュン王が1785年に14万4千の大軍を9つの軍に分けて5方面からサヤームへと攻め込んできました。この戦争はタイでは旧軍戦争ソンクラームガーウタップと呼ばれています。ビルマ国境のスリーパゴダパスを通って侵攻してきたビルマの5個軍団8万8千を迎え撃つために、王帝のソムデッド・プラバウォーンラート・ジャーオマハースラ・シンハナートが3万の兵を率いてバンコクを立ってガーンジャナブリーへと向かいました。ビルマ軍はこの戦域に投入していた5個軍団8万8千のうち、第6軍第7軍第8軍の合わせて7万3千を物資不足により戦闘に参加させられず、第4軍と第5軍のわずか1万5千の兵でサヤーム軍3万とぶつかったために敗退し、さらにクンラートヤーの戦いで補給線まで失って地面を掘り返して草の根っこを食べるほどの深刻な飢餓状態に陥り、ビルマへと引き上げていきました。ラーチャブリー戦線ではプラヤーガラーホームラーチャセーナーとプラヤージャーセーンヤーゴーンが率いるサヤーム軍が1786年にカオングーの戦いでビルマの第2軍1万を撃退し、北部戦線ではサヤームの従属国だったチーアンマイのガーウィラ王がランパーン包囲戦を耐え抜いて、その間にプッタヨート・ファージュラーローク大王率いる3万のサヤーム軍がピジットのパークナームピンの戦いでビルマの第9軍6千を破りました。南部戦線でサヤームの都市が受けた被害は大きかったものの、王帝のソムデッド・プラバウォーンラート・ジャーオマハースラシンハナートのサヤーム軍2万がナコーンシータンマラートを奪還してビルマの第1軍2万を撃退しました。翌1787年にもビルマは5万の軍勢でガーンジャナブリーから侵攻してきてターディンレーン戦争と呼ばれる戦いが起こりますが、サヤーム軍はわずか2日間でビルマ軍を撃退してすぐに終結しました。サヤームは1794年に現在のカンボジア西部にあるシエムラートとプラタボーンを併合し、カンボジア人のジャーオプラヤーパイプーベートを知事として派遣してカンボジア式の統治を行いました。ラッタナゴーシン王国初代国王のプッタヨート・ファージュラーローク大王は1809年に崩御しました。長男のプッタルートラーアンナパーライ王が後を継いで2代目の国王となります。この頃になるとビルマのパデュン王もさすがにサヤームとの戦争には乗り気ではなくなっていたんですが、国王が代替わりした今が好機と見たアトゥーンという将軍に説得されて、当時タラーンと呼ばれていた現在のプーゲット島に歩兵3万と軍用艦60隻で攻め寄せてきました。翌1810年には島の東側にあったタラーンバーンドーンの町が27日間包囲された後に攻め落とされ、略奪が行われた後に破壊され、タラーン総督のプラヤータラーンは捕獲されます。そこに住んでいた人々はパンガーに逃れて新しい町を建設し、プーゲットは1824年に錫の鉱山として復興するまで放棄されることになります。最終的にはビルマ軍のンガチャン将軍が嵐の音を聞いてサヤームの大軍が接近してきていると勘違いして引き上げていき、
空になった町をプラヤートッサヨーター率いる部隊が奪還しました。その後もチュンポーンの戦いでサヤーム軍はビルマ軍3000を撃破して、ようやくビルマによる侵攻は終わりました。この一連の戦いがビルマによる最後のサヤーム侵攻となりました。ビルマは1826年に第一次英メン戦争で敗れ、マレー半島の西岸地域をイギリスに割譲したため、サヤーム攻略の足がかりを失ってしまうことになるんです。サヤームの文化や芸術が大きく飛躍したのは、この2代目のプッタルートラーンナパーライ王の治世です。この動画ではここまでずっとタイの文化芸術史についてほとんど触れてきませんでしたが、私はタイの文化の転換点は3つあったというふうに思っています。1つ目は1431年にアユッタヤー王国7代目のボロンマラー・チャーティラート2世、別名ジャーオサ・アンプラヤーがクメール帝国の首都アンコールを攻略して、宮廷舞踊家や音楽家を捕虜として連れ帰ってきた時です。この時に現在タイの伝統舞踊として知られている女性の演者が穏やかな笑顔を浮かべながら流れるように腕を動かして踊るラコーンナイという様式の舞踊がタイにもたらされました。2つ目は1448年にアユッタヤー王国8代目のボロンマトライローガナート王がタイ語にサンスクリット語を導入して政府機関の名称を改めた時です。これがきっかけとなってタイの文学作品が充実していき、17世紀の後半、27代目のナーラー王の治世に全盛期を迎えます。そして3つ目がこのラッタナゴー神王国2代目のプッタルートラーンナパーライ王の治世です。タイ文学の黄金時代とも言われています。現在タイの舞台演劇で上演されているラーマギアン物語はこの時期に書き直されたもので、コーンと呼ばれる仮面舞踊と融合されて、類人猿の新人であるハヌマーンの役割が増やされたり、ハッピーエンドが追加されたりしています。あらすじを一言でまとめますと、ヒンドゥー教の前身であるバラモン教で創造神とされているウィッサヌという神様が最高神のシワという神様からの命令を受けて、アユッタヤー国王ターオ・トッサロットの王子プラナーラーアイとして転生し、さまざまな冒険を経て愛する妻プララクサミーの生まれ変わりであるナーン・シーダーと再会するといったものです。元ネタは今から2400年前にインドのバールミー記によって書かれた叙事詩なので、タイ以外にもインド文化の影響を受けている東南アジアの各国、ラオス、ビルマ、カンボジア、マレーシア、インドネシアにも似たような作品があって、それぞれの土地の文化に合わせて改編されてきたものが現在ではそれぞれの国の国文学とされています。またこの頃に仏教改革が行われて、仏教僧の位階が9段階に分けられ、仏教教育と仏教僧の試験制度が確立されました。プッタルートラーンナパーライ王は即位から14年後の1824年に54歳で崩御します。死因は泌尿器系の病気とされているんですが、毒殺されたという説もあります。この頃のタイの王位継承は江戸幕府の将軍や明治以降の天皇のような男系長子相続制ではなく、どちらかというと中世ヨーロッパの神聖ローマ帝国で行われていた宣教王制のような形態で、新しい国王は有力貴族たちによる評議会によって選ばれていました。当時の西洋諸国の見立ては外れ、ラッタナゴー神王国の3代目の国王には側室の子で36歳の長男ナングラーオがつきました。1809年に滅亡したトンブリー王国のタークシン大王の息子のモンメンが起こした反乱を鎮圧したことが評価され、グロンマターと呼ばれる外交通商部の長を歴任していたこともあって、ジャーオプラヤーパイプートーン、サムハナーヨック、ジャーオプラヤープラクラン、ブンナーク家などの支持を得て選ばれたといいます。1824年、イギリスとミャンマーが現在のインド北東部のマニプール州とアッサム州の領有をめぐって争った第一次英メン戦争に乗じて、サヤームはプラヤーチュンポーンの地上部隊をビルマが領有していたマレー半島の西岸地域へ派兵し、ミェイクを占領して住民を連れ去ったものの、イギリスからの抗議を受けてすぐに撤退しています。もうお気づきの方もいるかとは思いますが、歴史的にこの地域における外政は領土の獲得よりも住民の獲得を目的に行われてきたんです。昔からずっと土地は有り余っていて、足りなかったのは土地ではなく人だったからです。1826年、イギリスと軍事同盟のバーニー条約を締結し、サヤームは現在のマレーシア北部5州の領有が認められました。1833年にはアメリカと修好通商条約を締結して国交を樹立しています。同年、ベトナムで反乱が発生し、
サヤームは反乱軍の指導者レイワン校尉からの要請を受けてジャーオプラヤーボディン・デーチャー率いる陸上部隊をバンコクに亡命していたカンボジアのオン・デュアン王子と共に派兵して当時ベトナムが領有していたカンボジア東部のガンポンジャームを占領しました。またジャーオプラヤープラクランは水上部隊を率いてカンボジア南部のガンポート県バンターイマートを占領した後にサイゴンへ攻め入ったもののこっちは撃退されています。1837年にはイギリス領のマラッカで亡命生活を送っていたアフマド・タジュディン・ハリムシャーがマレーシア北部のケダで反乱を起こしました。この出来事はタイではガボット・ワンマートリーの反乱と呼ばれています。ケダを含む南部一帯を治めていたジャーオプラヤーナコーンがナングラー王の母親の葬儀に参列するために留守にしていて留守を守っていたプラウィチットソー・オングライとプラスント・オンヌラックが逃げ出したためサヤームは敗れアフマド・タジュディン・ハリムシャーが自治権を獲得し現在のマレーシア・プルリス州のスルタンであるジャマルレール家の礎を築きました。その後もサヤームはカンボジア王国のプノンペン領有をめぐってベトナムと争いを続けていましたが1847年にウドン包囲戦が膠着状態になると停戦しサヤームとベトナム両国の庇護のもとオン・デュアンがカンボジアの王位についてアーナンサヤ・アムユットと呼ばれるこの戦いは終結しました。1850年現在の中国シーサンパンナタイ族自治州タイ語ではシップソーンパンナーというんですがそこでジャーオ・ノーカムという人物が反乱を起こします。サヤームは反乱に加担する形でこれに介入しました。従属国のラーンナー王国に命じてチアンマイから5000ランプーンから1500ランパーアンから1000の兵を動員しその経路上にあった現在のミャンマーシャン州にあるチアントゥンへと攻め込みました。これを第一次チアントゥン侵攻と言います。動員されたそれぞれの都市の領主が不仲だったためうまく部隊間の連携が取れずに敗退し結局シップソーンパンナーにはたどり着けませんでした。この時ラーンナー王国チアンマイ領主のプラヤーマハーウォンはサヤームのナングラー王に書簡を送り敗戦を詫びるとともに増援部隊の派遣を要請しました。一方サヤームが支援していたシップソーンパンナーのジャーオ・ノーカムは別の王子を支援していた新国軍に捕らえられて殺されてしまいました。ナングラー王は1851年に63歳で崩御します。